Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。皆さんも小さい時学校でちょっとバスに乗って遠くへ行ったり、旅行へ行ったり、そういう思い出があるんじゃないですか？その時みんなの国でもいろいろなルールがあったと思います。日本ではお菓子は300円までですとか、あとは先生に、先生、バナナはお菓子ですか？ご飯ですかと質問している人もいました。今だとタピオカはお菓子ですかと言ってる人もいるかもしれないですね。皆さんの国でもあるかもしれないですけど、日本で一番大きな旅行は修学旅行です。修学旅行は卒業する生徒みんなで旅行に行く学校の行事です。日本では小学校、中学校、高校で修学旅行があります。大学生はみんな自分で行くので学校の行事ではないです。もちろん学校ごとにルールも違うと思うんですけど、国が同じなら大体似ていると思うので、日本の修学旅行について僕の経験と事件を合わせて紹介したいと思います。大体関東の人は京都とか沖縄に行って、京都とか関西の人たちは東京とか関東に来ます。僕は中学生の時に京都へ行って、高校生の時に沖縄へ行きました。大体4泊5日ぐらいあるので、修学旅行が今までで一番長い旅行だよっていう人も結構います。旅行の内容は先生が主に決めるんですけど、その中でも自由行動という時間があります。修学旅行で一番楽しいのはこの自由行動と、あと夜のホテルです。もうこれは決まってるんですよ。もうこれは誰に聞いてもその2つを言うと思います。その旅行に行く前にあらかじめ学校でグループのみんなと一緒に自由な時間はどこに行くかを決めたりするんですよ。その時間もめっちゃ楽しいんですよね。なぜかというと、そのグループのメンバーは基本自分で選べるんですよ。だから好きな友達と一緒に美味しいものを食べたり、同じキーホルダーを買いに行けたりします。ちょっと聞いたことあるんですけど、私立はお金持ってるので海外へ旅行へ行ったり、普通はお小遣いとして1万円くらい持っていけるんですけど、でも海外行く人は No 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 5万円とかもっと持って行ったと友達に聞きました。やっぱり自由行動の時に色々なものが買えるんですけど、でも英語話さなくちゃいけないからちょっと怖くて買えないって言ってました。僕も高校生で沖縄へ行った時に自由行動だ、海行くぞってなったんですけど、僕の高校勉強する人がいっぱい行く真面目な高校だったので、先生は歴史博物館とか記念碑以外はダメだからな、海もダメだからなと言いました。沖縄行ったけど海ダメってどういうこと？だから沖縄行ったのに海に入ってないし、海も見てないです。だいたい自由行動の時間が終わるとみんなホテルに帰るんですよ。もちろんすごく楽しくて時間忘れて全然ホテルに帰ってこないグループもあります。もうその時はやばいです。先生全員がそのグループを見つけるために出ていくし、携帯に GPS がついてるのでどこにいるかすぐ分かってしまいます。もちろん怒られます。いや、僕はやってないですよ多分。あともう一つ楽しいのは夜の時間です。ちなみによくアニメである男子が女子のお風呂を覗きに行くとかは絶対ないです。それよりも夜ゲームを持ってきて違う部屋に行って友達と一緒に遊ぶ方がめっちゃ楽しいです。でも先生がみんな寝たかチェックしに来るんですよ。だから最初は寝たふりをして先生が行った後にみんなで起きて行くぞっていう感じで他の部屋に行きます。もうその時はミッションインポッシブルみたいな感じで携帯使って先生今いるよとかはい来ていいよとか言って合図を出しながら他の部屋へ行きました。と話を聞きました。でもバレるとやばい。でも僕の友達は見つからなかったので大丈夫でした。でも僕は高校生の時男子高校だったので、沖縄へ行った時に他の学校から来た男子と女子が仲良くしてるとなんだよってみんなで思ってたんですよ。そしたらある事件が起きました。その時みんなで沖縄で蕎麦を食べてたんですよ。その時いたお店がすごく狭くてぎゅうぎゅうでした。でも普通に蕎麦を食べていたら、多分その家の手伝いをしている女の子が仕事をしていました。その子も狭い中テーブルを片付けたりテーブルを拭いていたりしていました。その子が僕の後ろを通ったので、僕がこうやって頭を下げて避けていたんですよ。
で友達と話していて、少し経ったから僕がこう頭を上げた時になんかポーンってクッションみたいな何かにこうポーンって当たったんですよ。その時全然わかんなくてあれと思って後ろを見ようと思ったんですけど、なんか前にいる友達がざわざわしてるし悔しそうな羨ましそうな顔をしていたのでいろいろ理解しました。ざわ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 は少し騒がしい様子を表しています。例えばみんな座ってるのに急に立つ人がいたらあれあの人どうしたんだろうってみんな話すじゃないですか。この時聞こえるざわ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 っていう音がざわざわです。僕が沖縄で何かにぶつかった時に友達がざわざわしていなかったら多分後ろを見て女の子とすごく気まずくなっていたと思います。僕も気づいた後ずっと固まってたんですけどどうしようって思ってる間に女の子がさっさと帰ってしまいました。このざわざわする状況って簡単に作れるんですよ。例えば学校とかオフィスでみんなが静かな時にブッておならをしてそのまま部屋から出てってください。多分その後部屋からはざわざわざわって聞こえてくると思います。それか苦しんでる音だと思います。そんな風に周りを毎回ざわざわさせるとみんなからミスターざわざわって呼ばれると思います。そうすると全てのプライドを捨てる代わりに一つの単語が覚えられます。僕もこんな動画を作っているので学校では今きっとざわざわしている状況が作れていると思います。仲間になりませんか？嫌ですよね。もう覚えたかな？じゃあ皆さんありがとうございました。